こんにちは、もみじです。前回の動画では、シアム・ワールド・モルディブ滞在の後編の様子をお届けしました。今回は、実際に滞在してみてどうだったか、私が行く前に知りたかったこと、リゾート内で追加でお金を払ったものなど、Vlog でご紹介しきれなかったことをご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。実際に滞在してみて、率直な感想としては、できないこともありましたが、後悔もなく楽しい滞在になりました。夫はあっちに行ったりこっちに行ったりする街歩きメインの観光はあまり好きではないのですが、感想を聞いてみたら良かったと言っていたので、街歩きが苦手な方にもおすすめです。改めて滞在の日程はこんな感じでした。予定が詰まっているわけでもなく、暇になることもなく、ちょうどいいスケジュールでした。食事についても昼食は少し似たり寄ったりな内容にはなりましたが、飽きることはありませんでした。日本に帰ってきて最初に食べたお蕎麦のお出汁は本当に体に染みました。この中の時間がついているところと夕食については予約が必要でした。夕食は予約なしで行けるビュッフェスタイルのレストランもあるのですが、ホテルの方が事前に予約をしておいてくれました。正直なところ、夕食はどこにしようと迷っていたので、事前に予約していただいたのは本当に助かりました。また、クルージングやハネムーン特典のスパやフローティングブレックファスト、写真撮影については、チェックイン時にスタッフの方と相談して時間を決めました。この予約した内容はリゾートのアプリから確認することができます。私たちはそんなことはつゆ知らず、チェックイン時にダウンロードしました。代表者の方1名がダウンロードしていれば大丈夫なようです。その中で、オールインクルーシブに含まれているアクティビティを予約したり、予約の確認ができました。予約の管理はこのアプリなのですが、スタッフの方と連絡を取る際は、インスタグラムの DM か WhatsApp を使用しました。やり取りをした場面としては、フローティングブレックファストの内容や写真撮影の時間を変更してもらえないかというお願いがスタッフの方から連絡をいただくことがありました。また、お部屋の飲料水がなくなった場合も、インスタグラムの DM や WhatsApp から連絡をすると届けていただけるみたいです。続いて、ハネムーン特典についてご紹介します。左側が申し込んだツアーに記載されていたハネムーン特典の内容です。おおむね記載通りだったのですが、2点違うところがありました。1つ目は記念写真の撮影です。そちらはもともとツアーの中に記載されていなかったので、撮れるんだとちょっとびっくりしました。もう一つはマッサージについてです。私たちだけ$150というふうに記載したのですが、一緒にチェックインをしたハネムーンで来ていた日本人2組は$100だったのですが、私たちだけ$150となっていて、なんでとは思ったのですが、唯一の違いはおそらく私たちがビジネスクラスを利用してきたというところぐらいだったので、革新的なことは言えませんが、金額が変わる可能性があるということを心に留めておいていただければと思います。確か料金が違った分、長めのマッサージだったかと思います。あくまでも私が申し込んだツアーに記載されていたもので、旅行会社によっては記載の仕方が異なるかもしれません。もしハネムーンで行かれる予定の方は、記載の内容から少し変わることもあるんだなくらいに思っていただければと思います。あと、私が申し込んだツアーでは、婚姻日がわかるものを持ってくるようにという記載があったのですが、見せる場面もありませんでした。たまたまそうだったのか、日本人が信用されているのかはわかりませんが、戸籍抄本など早めに用意しておくと安心です。前回の動画でフローティングブレックファストについてご紹介するというふうにしていましたので、ここで少し内容についてご紹介します。メニューは大きく2種類あって、コンチネンタルフローティングブレックファストかアメリカンフローティングブレックファストの2種類でした。大きな違いとしては、コンチネンタルフローティングブレックファストの方にはシリアルがついていて、アメリカンフローティングブレックファストの方には卵やサイドがついていました。他に共通してパンやフルーツ、ヨーグルトなどが選べました。あと、ハーフボトルのシャンパンもついてきます。こちらはノンアルコールも選択できました。メニューの詳細については、
実際に行かれる方の現地で選ぶ楽しみがあると思いますので、説明は割愛します。フローティングブレックファストの流れとしては、事前にスタッフの方とやり取りをしてメニューが決定し、予約をしていた日時になると、スタッフの方が準備をしに来られます。その後、3時間ほどすると回収について電話がありました。その時は部屋にいたので電話に出ることができましたが、もしいなかった場合は勝手に回収されるのかもしれません。滞在中、唯一電話を使った場面になりました。行ってみて驚いたことについてご紹介します。まずはバスについてです。Vlog の中で北京だったりニューヨークだったり都市名のついたバス停をご紹介しましたが、乗り降りはバス停だけでなくどこでも行えます。ルートも決まった道を行っているのではなく、乗っている方の行きたいところまで連れて行ってもらいます。先に乗られている方と目的地が反対方向の時は、反対方向のバスに乗ってと言われたり、バスが通れないところが目的地の場合は近くまで連れて行ってもらいます。驚いたこと2つ目は、意外とロシア人が多かったです。日本人の方もちらほら見かけるぐらいにはいらっしゃったのですが、ロシア語の注意書きがあるぐらいロシア人の方がいらっしゃって、どうやらモスクワから直行便が出ているようでした。モルディブに限った話ではないですが、中国人の方も多かったです。お食事についても驚いたことがあって、いろいろなところでスパイシーのマークがついているメニューがあったのですが、スパイシーと書いていなくても辛いことがよくありました。おそらく現地の方とスパイシーの基準が違うんだとは思いますが、色味が辛そうな時は辛いかもと思って食べるのがいいかもしれません。辛いと思わずに食べると結構体がびっくりします。驚いたことの最後は、水上飛行機の時間が思っていたより早かったことです。前回の Vlog でもご紹介しましたが、預け荷物の回収が6時45分、チェックアウトが7時、水上飛行機の出発が8時でした。チェックアウト後に朝食をいただくことはできたのですが、まさかそこまで早いとは思っておらず、帰りの飛行機は12時半出発だったのですが、実際に行かれる方はなんとなく目安にしていただければと思います。最後にリゾートで使用した金額の合計をご紹介します。自転車のレンタルが1日15ドル×2人分で30ドル、スパが150ドル、リゾートの名前が入ったトートバッグが 19.99 ドル、シアムワールドの環境保全のための募金が10ドル、合計で 209.99 ドルでした。日本で事前に1ドル 143.5 円で両替していましたので、日本円に換算すると3133円ほどでした。先日、チップについてコメントでご質問いただいたのですが、チップというチップは支払いはしませんでした。ただ、領収書を見返してみると、10ドルだけチップが入っていました。例えば、バスの運転手さんにチップを渡したりという場面は見かけることはありませんでしたので、必ずお渡ししないといけないというものでもなさそうでした。実際、すべて部屋付けになっているので、現金を持ち歩くことがありませんでした。ただ、一度だけバスの運転手さんに日本製のタバコ持ってると聞かれたことがあったのですが、夫が愛煙家でタバコを物々交換していました。もしコミュニケーションを取るのが好きな方がいらっしゃいましたら、日本製のお菓子などを持っていると、もしかしたらコミュニケーションに役立つかもしれません。今回はここまで。シアムワールドモルディブに滞在してみた感想や、私が行く前に知りたかったことについてまとめました。何かご不明な点やもっと知りたいことがあればコメント欄で教えてください。また、チャンネルの投稿欄にも質問コーナーを設けますので、動画を開いてコメントするのは面倒だなという方はそちらもご利用ください。次回はモルディブ新婚旅行 Vlog 最後の帰国編になります。続きが気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひお楽しみに。